どうも皆さんこんにちは、川島隆弘です。緊急で動画を回しております。いつもですね、ブーツ買いましたよ動画とかに関しては、そもそも買ったけどなんかもうブーツ買いすぎて紹介するの気まずいから動画にしないとか、あとはこう動画化した時にもちゃんとね、カメラを構えて一個ずつどういう風な仕様になってるとご紹介してるんですけども、すっ飛ばして紹介していきたいと思います。今回これ買いました。ローリングダブトリオさんのコッペン7ですね。もともとコッペンはこっちの低いタイプの黒のクロムエクセル持ってたんですけど、バーガンディのブーツいいなとずっと昔からね、こっちに用意してるんですけど、ドクターマーチンのバーガンディ。こんな感じでね、よく履いてるんですよ。これに関しても。スウェットに合わせたりとか、黒パンとかグレーのスウェットとかに合わせた時にやっぱ足元にアクセントがこうビビッとすぎずに入るというか、特にこの季節、秋冬なんかはね、やっぱダークトーンになりがちなんで、それに相性がすごくいいバーガンディで、しかもコッペンで7インチで出るとインスタグラムで見て、もう本当悩んでたんですよ。先週の配信でも言ってたんですよ。読んでるよなーっつって。発売日が金曜日で昨日だったんですけど、昨日ちょうど僕表参道とかに行かないといけない予定があって、このまま浅草一本だなと。気づいたら電車乗ってまして、閉店間際にね、行ってきました。こちらのコッペン7になります。で、簡単にね、どこがかっこいいのよというところなんですけど、やっぱり普通のコッペンもかっこいいんですよ。横に並べときましょう。ちょっとこの高さが違うだけなんですけど、やっぱりね、印象が変わってくる部分があったり、あとは僕、バーガンディとかだとイージーパンツを被せて履いたりとかするんですけど、そういう時にもシャフトがちょっと長い方が被せやすいとかがあるので、そういう使い方、ほぼほぼこっちのね、マーチンと同じような使い方になるかなっていうところもあるんですが、やっぱりね、このつま先の部分がちょっとぽってりと丸くなってるので、黒のワイドスラックスだったりとか、そういったもの、ジャストレングスの太めのスラックスなんかと合わせてあげたらマジでかっこいいんじゃねえかなと思ってたら買ってしまいました。そんなところですね。形だったりとか、その高さの部分が一つのポイントだと思うんですけど、あとはバーガンディのクロムエクセルなんですけど、やっぱりオイルがしっかりと染み込んだような深みのあるバーガンディのカラー。ここがね、退色してたらどうなってくるのかなとか、そもそもバーガンディのブーツってあんまり見ないかな。そこそこあるか。ホワイトさんのセミドレスとかもあったりとか、あとはこういう風なドクターマーチのチェリーレッドとか、ちょこちょこあるんですけど、なかなかね、手に取る機会というか、やっぱりブーツといえば黒を買っちゃう人いると思うんですけど、そこで僕はもうぜひバーガンディをお勧めしたいという2足目とか、2足目ベージュとかいっちゃうかブラウンとかなんですけど、個人的にはバーガンディの候補もあっていいかなって思うくらい合わせやすいカラーになってます。デニムに合わせてあげてもめちゃくちゃかっこいいですし、チノパンとか、ベージュ系のカラーにも合うし、合わないパンツがそこまでないっていうのが個人的な印象になりますね。ベージュのスウェードとかだとやっぱりそれも汎用性高いんですけど、同系色のチノとかと乗っけてしまうとちょっと足元薄く感じちゃったりとかするんですけど、程よくね、印象値もあってアクセントにもできて合わせやすい、そんなカラーです。で、他のね、ポイントで言うと、普通のコッペンと一緒なんですけど、コルク入りのラバーソールにトゥースチール、あとはヒールのところもね、ローダブさんオリジナルの、キャッツポーにすごい似てるような感じなんですけど、これもすごいかっこいいよね。あとはここの紐のところは結構個人的に気に入ってて、こういうのはね、レザーなんですけど、丸紐になってるんですよ。で、こっちのコッペン切れちゃったんですけど、こういう風に、ローダブさんでね、この紐だけも売ってますよってこの前行った時に言っていただいたので、ギリギリ結べるんでね、ちょっとまた切れちゃったりとかしたら変えたいと思うんですけど、この丸のね、レザーの紐もすごいかっこいいですし、細かいこういう風なね、この金属の色合いだったりとか、ステッチのバランスとか、とてもいいアイテムになっております。はい。で、ローリングダブトリオさんはね、去年からすごいハマってるんですけど、ここにあるコッペンもそうですし、何を持ってんのかちょっとね、年末の方でブーツ全紹介してるんですけども、その時にはないものが増えてるのかなとか思いつつ、ちょっとおさらいしていきましょう。経年変化も見せれるんでね、ちょうどいい機会かなと思います。これがグリーナーズっていうアイテムになりますね。横にあるこのキャスパー、これ1ヶ月履き込んで動画にしようっていうので、1ヶ月間ほぼ毎日履いてエイジングをね、加速させたブーツとすごい似てるんですけど、ポイントで言うとヒールの高さであったりとか、つま先の部分のね、ちょっと細くなってたりとか、クラシックな感じ、綺麗系のブーツに見えるようなアイテムのグリーナーズとキャスパー、ここら辺がサイドジップ系ですね。ただこちらにも、ございます。いらっしゃいませ。これが多分一番最初に買ったファーゴ。もう本当今の時期活躍してます。多分新品の状態しかお見せしてないのであれだと思うんですけど、革のところもね、質感がちょっとくたってきたりとか、中のね、このファーがすごいあったかいアイテムになってるので、もうこの冬、雪の日だったりとかこの前あったんですけど、本当に最高。これにナイロンのパンツ合わせてっていうのが僕の冬の定番コーデに去年くらいから年始明けたくらいになってましたね。あとは筒物、どんだけ持ってんだよって話なんですけど、これがグリフィンエンジニアっていうものになっていて、横のがジラフっていうアイテムになります。でこれはなんか10年くらい前に発売されたアイテムで今は売ってないらしいんですけど、なんかローダブさんのインスタ見てた時によくありましたねみたいな。
地方のセレクトショップさんかな、わかんないけど、そこでね、箱も開けずに、なんかずっとストックしてたアイテムが見つかったみたいな一連の流れのストーリーがあって、で、一足このサイズだけだったら過去の価格で販売できますよ、みたいな感じで流れてて、もう気づいたらポチってました。それがこのジラフ。緑、オリーブカラーですね。オリーブのクロムエクセルの革で、ここのね、ステッチだったりとか、すごい特徴的だったり、クレープソールで、あとはクロムなので、こうもう本当に、なんていうのかな、シワというかエイジングがかなり早いアイテムになってますね。でこっちのね、グリフィンエンジニアに関しましては、つま先がね、さっきのクリーナーズみたいな感じで、ちょっとクラシックな細くなってるタイプ。で、これがホースバットだったから、なんで、こう最初から個体差だと思うんですけど、つま先のところがちょっと赤かったりとかするの。ここ、わかる？こうなんか塗ってる感じになってるじゃん、ちょっと。そういうところがかっこよかったりとか、あとシワの入り方とかがね、やっぱ写真が軽く出てきたりとか、もう肉厚さがすごいアイテムになってますね。なんで、この2つはね、ほんと履くの大変でしたね。ゴミ袋生活。エンジニアブーツ好きな人だとわかると思うんですけど、ゴミ袋生活しました。ゴミ袋を足にかぶせて滑りを良くして、筒に、穴に足を通すと。で、そこで膜を貫通して、もうゴミ袋を引き出すという感じの生活をしてて、脱ぐのも大変だし、履くのも大変だし、ただもう馴染んでもう普通に履けます。それくらいね、エンジニアのサイズ感って難しいと思うし、ブーツブランドによってね、甲の高さとかワイズとかも変わってくるので、一概にサイズギチギチで履いても大丈夫だよとは言えないんですけども、僕はね、エンジニア系で本当のジャストサイズで履きたいんだったらそんな感じで楽しむのもありだと思います。あとは今履いてるこんな感じのブーツじゃないんだけどね、靴下がもう今日ね、分厚い靴下履いちゃったから合ってないんだよね。こんな感じのブラックスワンだっけな、単靴みたいなトゥースチールがついてて、タップシューズみたいですごい綺麗な靴なんですけど、これをチノパンに合わせたりとかしてもかっこいいアイテムなので、春とかね、夏にこいつはスニーカーソックスみたいな、くるぶしソックスみたいなものを履いてこいつを楽しもうと思ってるんですけど、それまでにね、軽く馴染ませようみたいな、本番はその時期なんで、冬場はね、そこまで使わずに軽く馴染ませる程度に収めようと思ってるような、そんな靴ですね。これもローダーブさん。はい。っていう感じですね。で、やっぱ一番の真意のこのコッペンセブンさんなんですけど、実際に履いてみましょうか。はい。っていう感じで履いていきたいと思うんですけど、やっぱりね、この新品の靴に足通す瞬間、もうたまりませんよね。多分視聴者の方でも一部の変態は分かってくれると思います。世間一般的な通常の人は全然分かんないと思います。で今回ね、この7っていうサイズなんですけど、さっきのね、もともと入ってたこのコッペン、これよりもハーフサイズちっちゃかったんですけど、そもそもがね、ローリングダブトリオさん、ステスンが結構あるので、意外に入ってしまいました。ただやっぱりね、ここの部分とか少し窮屈に感じるんですけど、僕そもそもが C ワイズのこう足の甲も低いし、足の幅もね、狭い人間なので、全然問題なかったですね。ズボンが猫の毛だらけでびっくり。力がみなぎってきますね。そんな不思議な力があるブーツです。いいね、バーガンディ。やばい。このね、丸いレザー紐に関しても、使っていくとね、結構毛羽立ち、こんな感じで。ここのね、紐のエイジングもね、結構楽しめるようなアイテムです。よいしょ。ただこれね、力入れすぎるとね、やっぱ革なんだよね。個体差あると思うんですけど、ちぎれちゃったんですよね、僕は。なんで、丁寧に扱う人はね、丁寧に革紐締めてあげてください。本当はね、もっとギューッと締めたいんですけども、まだ新品で革が硬いんで、これくらいしか締めれてないんですが、まだ全然ゆとりあるような感じはします。よいしょ。はい。生き返った。こんな感じですね。今合わせてるのはね、ネイビーのチノパンなんですけども、こういう風な濃いめのネイビーとかだとやっぱデニムとかそういったものが多いと思うんですけど、色合い的にもすごい合うと思います。なんかほんとブラウンとかとカラーのね、イメージというか使い方はそこまで変わらないようなコーディネートの仕方で大丈夫だと思います。履き心地なんかはね、やっぱローダブさん特有なんですけど、結構甲低くて狭くて、でなおかつステスンがつま先の方にあってっていう感じなので、僕個人的にはね、すごい足の形に合ってます。で、クロムエクセルの革なんでね、今履いてる最中こっち曲げてたんですけど、もうこんな感じで履きじわが軽く入りますね。シワ付けのね、作業。これだいたいおろしたてのブーツに関しては喫煙所に行って、こうするといい感じにここがシワ入って履きやすくなるので大好きです。あとやっぱりね、高さがあるコッペンなので、ここの部分、紐ギュー締めてるんで、こう曲げた時にね、ここに関しても結構しなやかに曲がってくれるので、ただまだ皮硬いんでね、こう靴ずれとか心配な人はやっぱりこの履き口付近だったりとかが靴ずれするかなっていう部分があるので、僕みたいに厚手の靴下合わせたりとか、今だったらウール系のね、ソックスなんかすごいぴったりだと思うので、
そういったものでコーディネートしてみてもいいと思います。気になる履き心地なんですけど、やっぱクロムの革がね、柔らかいので、歩きやすさだったりとか硬さのところはね、そこまでね、新品の靴だからといってストレス感じる部分はないと思います。あとはこのトゥースチルですよね、好き嫌い分かれると思うんですけど、この部分、やっぱこう、歩くとき蹴り出す部分じゃないですか。そういったところでやっぱこういうコンクリートの床とかだと、ちょっとコンクリートの部分削っちゃったりとか、滑っちゃったりとかがあって気になる人もいると思うんですけど、個人的には結構好きですね。なんかコンクリートでちょっとボコボコしてるところだと逆にグリップ強くなったりとかする部分があるし、あとはここのね、コルクラバーのソールに関しては結構グリップいいので、履き心地的には全然問題ないかと思います。あえてね、この足裏のこのギミックがいろいろかっこいい要素というか、トゥースチール、レザーのとこがあって、コルクラバーで、ヒールのところもね、オリジナルになってたりとか、細かいこだわりが詰まってるってところがね、個人的に僕の心をくすぐってくるような、そんなポイントになっております。上から見てもかっこいいんですよ。ちょっと上から、僕視点でちょっとこんな感じですね。上視点から撮ると、バーガンディがたまんないですね。はい。そんな着用シーンでした。はい。っていう感じで今回はね、こちらのローリングダブトリオさんの新しく買ったこのコッペン7バーガンディをご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか？いつもみたいにね、かしこまってギミック、商品紹介、ディティールとかサイズ展開とかね、またそういった感じのグッズ動画も今後撮っていくと思うんですけど、今日はもう完全にファーストインプレッションで撮ってみました。今年も今年でね、まだブーツ予約してるものも何個かありますので、その度にちょっと紹介になっていくと思うんですけども、よかったらブーツ好きの方だったりとか、あとはブーツ挑戦してみようかなとか、今年はブーツ買うぞみたいな人のね、参考になったら幸いだと思いますので、よろしくお願いします。はい。っていう感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。